接完了ですね。で、削りも OK です。大丈夫ですね。バッチリだと思います。錆止め塗っときます。はい。なら、ようやくこのパネルをつける時が来ました。まあこんな感じですよね。この辺も切って、形を整えるのと、あとまあこれをもう少し、錆びを落として、で、腐ったところはやり替えて、あとこの塗装なんですけど、これ純正の塗装なんですかね。すごいパリパリ取れるんですよね。この塗装をどうしようかと思ったんですけど、一回剥ぎますかね。ちょっとめんどくさいですけど、さすがにこの上に新たに塗装するのもちょっと気が引けるんで、とりあえずパネルを、綺麗にしていきたいと思います。塗ってだいぶ浮いてきてますけど、この浮いとる分が、多分後で塗ったやつですね。で、ここら辺浮いてないんですけど、これが多分純正の塗装で、多分ラッカーかそういうので塗っとると思うんですけど、こっちが後から塗ったやつ、純正の塗装だと思います。そしたらですね、ラッカー塗装の分ですかね。穴を剥がし終えました。こういう白いところはこの純正の塗装だと思うんですけど、やはり純正は強いですね。残ってます、だいぶ。剥がれたところはもうこういう感じで鉄の部分が見えてますけど、純正の塗装は残っとってもいいんじゃないでしょうか。裏ですけど、裏は結構取れましたね。放置しとる時間も長かったんで、だいぶ綺麗に取れました。こういうまばらになっとるやつは、純正の塗装が、残っとる分です。裏は白じゃなく、グレーっぽい色です。で、今洗ってきたところです。ならまずこの辺をですね、形を合わせてみたいと思います。だいたいこのぐらいですね。まずちょっと手当たり次第この辺からカット。こちらもここら辺はカットですね。この腐った部分はもう取っちゃいましょうかね。で、新しい鉄板でつなぐみたいな感じにしたいと思います。はい、こんな感じに合わせました。1枚目と2枚目を一緒に切って、ラインが合う感じですね。この距離をずっと溶接するのがだいぶ大変な気がしますけど、こちらは、ここ、ちょっと今見てみたんですけど、この裏で、こんな感じですね。こう来て、こう来て、で、ここせっかくスポットもんで撮ったんですけど、相手側がいるんで、ここのラインで一直線に切ってしまおうかと思います。あとはここら辺をずっと、溶接ですね。ここはちょっと切りすぎたのと、この辺もずっと新しく鉄板で塞ぐ。こっちも一緒ですね。この辺、ここも切っちゃおうと思います。ちょっと腐ってますんで。また新しい鉄板で塞ぐ。って感じでやっていきます。
とりあえず溶接する準備ができました。裏側は後から錆止め塗るの大変なんで先に塗っときました。とりあえずつけてみましょうか。ざっと打ち出しをして、で、クランプで固定して、同じようにこのスポットを揉んだところを、溶接していって、でこういうところは、つなぎ合わせていくような感じですね。でここが実際もうちょっと手前なんですけど、車体側の多分スポットがこの辺にこことかここにあるんですけど、こんなのここで切ってありましたんで、そんなに残りがないんですよね。なのでちょっと段がつきますけど、ここはこれで溶接しちゃおうかなと思います。この方が強そうですしね。あと溶接も楽そうなんで、その段差が気にならんのだったらこれでもいいかなと思ってます。はい、溶接一通りできました。なかなか手間がかかりますね。このスポットを抜いたところ、だいたいこういう穴が開いてるんですけど、それを全部埋めるんがなかなか時間かかります。見た目汚いですけど、削れば綺麗になると思います。これだけ溶接しとったらだいぶ強いと思いますね。むしろ今後クラッシュした時にこのパネルをスポッと抜いて取り外すことはもうほぼ不可能ですね。これだけ溶接しちゃうと。なら削っていきます。サンダーかけ終わりました。いい感じですね。これに錆止め塗ったらだいぶまともに見えるんじゃないでしょうか。これだけあるとサンダーがけも30分以上多分かかってますね。この鉄粉がですね、至るところに飛び散るんで嫌ですね。砂場で砂鉄を集めた時みたいですね。なら次は、こういう穴開いてるとこですね。蓋していきたいと思います。はい。なら、空いとった隙間も埋まりましたね。これで物が落ちていくことはないと思います。こちらも、いい感じですね。この距離溶接しようと思うとめちゃめちゃ大変ですね。なので、こういう感じで点付けをずーっとやりました。やっぱり薄板だと溶接するとちょっと歪みますね。なので、この、板がちょっと波打っちゃってですね、溶接はできるんですけど、その後削るのがですね、その出っ張っとるところだけ削れていっちゃうんですよ。なのでこういう感じで色が変わってるところ、こういうところが先に削れちゃって、そのうち穴が開いてしまいそうなんで、このぐらいにしときますか。ちょっとこの辺がちょっと汚いですけど、錆止め塗って色を塗ればそんなに気にならなくなるんじゃないでしょうかね。でこっちも削ろうかと思ったんですけど、他の溶接の箇所よりは
まあ、ちょっとだけですけどね。ちょっとだけですけど、まあ綺麗にできたんで、このまま塗っちゃいたいと思います。無理に削って、まだこういうところが薄くなって、逆に強度が落ちる方があまり良くないと思うんで。なら、とりあえずフロアできましたね。全く乗っても問題ないです。じゃあこれに錆止めを塗っていきます。錆止めも塗っときました。まあこれあと何回か塗っとかんといけんのんですけど、そんなは裏でやっときます。とりあえずちょっと色が入るとなんか綺麗に見えますね。もうできた感があります。なら、とりあえず今回の動画はここまでです。また次回、バックパネルの方を、作っていきましょうか。まあやり直しせんといけんところたくさんありますんで、着々とできていっている感じがいいですね。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。